チンギスカンは非常に好戦的で専制的な征服者です。彼は悪魔のような存在でした。彼の行動は非常に野蛮ですが、確かに個人的にはヒーローであり、今日まで彼と彼の子孫から作った戦争記録を破った人は一人もいません。チンギスカンの軍隊がどこへ行っても、彼らに投降しないなら、すべてと上される。チンギスカンと彼の子孫の黄金の氏族は、朝鮮半島からドナウ川、極北から熱帯のミャンマージャングルまで、13世紀全体をカバーし、ほとんどすべての民族がモンゴルの蹄鉄の下で埋めえていて、虐殺、大規模なレイプや燃えている家は、ほとんどいつでも起こりました。当時のモンゴル帝国は世界で最も強い国と言えます。50年以上の間に40万人未満の軍隊でチンギスカンと彼の後継者は70カ国以上を殲滅し、720以上の民族を征服しました。様々な国から1000万人以上の軍隊を全滅させ、およそ6億人征服されと言われたが、当時の世界の総人口は約10億人であったため、この数は誇張されている可能性があります。領土の最大の時に、面積は4500万平方キロメートルを超え、人類の歴史の中で最大の領土を持つ国、モンゴル帝国が設立されました。聖戦の歴史の中で、彼は何度も途上を命じてきましたが、チンギスカンが都市を虐殺した時、彼は都市のすべての人を殺したわけではありませんでした。これらの3つのタイプの人々は通常取り残され、それは彼の覇権の基礎を築きました。第1のカテゴリーは子供です。ご存知のように、モンゴルは遊牧民です。自然災害を避け、野生動物に注意する必要があります。厳しい自然条件の下では、生き残る子供はほとんど少ないため、モンゴルの人口はいつも大幅に伸びていなかった。彼らはこの問題を非常に重視して、彼らの見解では、子供たちは繁殖の根本である。しかし、すべての子供が屠殺される運命を回避できるわけではありません。幸運になれる子供は、身長が車輪ほど高くない子供だけです。子供が大きく成長した場合、彼は自分の独立考えを持っているでしょう。それは教育のは簡単ではありません。したがって、ジンギスカンは、身長は車輪の高さを超えていない子供たちだけを、彼ら自身の使用のために、モンゴル草原の戦士になるように育ていました。第2のカテゴリーは、女性です。女性は取り残される理由は、非常に単純で、主の原因は繁殖することです。先ほど申し上げましたように、モンゴル人にとっては、子孫の繁殖は非常に重要であり、女性は家父長制に居場所がなく、子孫の繁殖の道具として存在しています。特に、戦時中の人口減少が激化したため、軍隊の戦闘効果と国の繁栄を維持するために、たくさん子孫を繁殖することが必要である。したがって、これらの女性は子供を産み、子孫を繁殖させるために残されていました。2番目の原因は、女性が征服されやすいです。男尊女卑の社会で、女性は本質的に不利な立場であるため、これらの勝者にとって、女性はより簡単にコントロールできます。そして、長期的な抑圧されるために、女性はすでに従順な性格を発達させており、抵抗感が弱いです。一般的に妊娠後、敵の子供を妊娠していても、彼女らはまだ子供を出産する母親の愛を持っています。結局、これらの侵略者に屈する傾向があります。3番目の原因は非常に単純で、兵士たちの生理的欲求のため。古代では、勝利した側は敵軍の女性を捕虜して、兵士の性欲ニーズを満たしていました。モンゴル軍の目には、女性が地位、価値、尊厳を持っていないので、物のような戦利品として配布されて、
功績のある戦士たちに与え、報います。それゆえ、選択や調理、軍隊の兵士の生理的欲求、子孫の繁殖などのすべての問題を解決することができ、モンゴルの人口を段階的に増やすこともできます。第3のカテゴリーは、職人です。建築、防飾、軍機、工芸品など、様々な手工芸品の生産に従事するタイプの人々を指します。この種の人々は一般的に熟練した職人であり、都市を攻め落とすため必須なものを作れます。古代にはほとんどの城駅は高くて、これらの人々の存在により、彼らは防御する方法を学ぶことができるだけでなく、都市を攻め落とす必要な器具も一目でわかります。特に戦争では物資が不足ため、職人としてさらに貴重です。モンゴル人は勇敢で戦闘が得意ですが、ものづくりの点では漢族ほど洗練されていません。彼らの目には職人は珍しいであり、かけがえのない仕事をしています。チンギス・カンは武器の安定供給源を確保し、軍の戦闘効果を強化するために武器やその他の必需品を作るため、彼らを残しておきます。チンギス・カンが残した3つのタイプの人々は、モンゴル軍に欠けていて、必要としているものです。いつでも自分の力を向上させ、かけがえのない才能になることが最も重要であるようです。チンギス・カンは、モンゴル軍に不足しているものを見ることができ、そのような長期的なビジョンを持っていて、早期に計画を立てることで、彼が世界の覇権者になれる重要な理由でした。最後までご覧をいただき、誠にありがとうございました。また次の動画で会いましょう。